皆さんおはようございます。まめです。今日は建築動画です。悪夢のレガシーチャレンジで使っている家の改築ですね。まずは撮っておきたい大切なものや写真などをインベントリーに保管して、ブルドーザーで取り壊して一から建築していきます。プレイが大変すぎてずっとお金に余裕ないと思ってたんですけど、建築始めの段階で10万シムオリオンもありまして、意外とお金貯まってたんだなぁと感心しました。仕事頑張ってますね。あんなに小さい家から始めたのになとか思い返すとなかなか感慨深いです。こういう気持ちになれるのもレガシーチャレンジならではですね。今回はクラシックな感じの外観で考えていて横長ですね。ただ内装にかなりスタイルの違う家具を使ってしまったのでちぐはぐな感じになっちゃったのが後からご覧いただけると思います。間取りは結構安直というかできる限り左右対称であまり頭を使わない間取りとなっております。疲れてたんですかね。屋根ももう凝ったことはせず超シンプル。中に入って左側はキッチンダイナーって感じですね。アイテムとか色合いはまだ仮です。その横にある小さな部屋は赤ちゃんの部屋として考えています。前回クリスティさんに子作りしてもらったんでね。反対側はリビングルームです。そういやアドベンチャーウェイツの建築アイテムって使ったことなかったなと思って見てみたらソファーが思ったより好みのスタイルだったのでこれを使うことに決めました。それが原因で内装は全体的にログハウスというかロッコテージみたいなお部屋に方向転換していくことになります。この折りたたむスタイルの机に一末の懐かしさを感じました。こういうの使ってたな子供の頃なんて思ったりしてね。2階は主にベッドルームだけなんでログハウス感はないですね。ただこのアドベンチャーウェイツで追加される石の階段がめっちゃ可愛くて私が好きな質感でしたね。部屋が余ったので一応ジムも作りました。ジェラルドが筋トレオタクなんで。で外壁を塗って屋根も塗って外から見るとこんなにクラシカルな建物です。そして突然思い出したんですけど前回の結婚式会の動画でクリスティさんの願望をランダムで選んだら屋台のやつになっちゃったんですよね。ホームシェフハッスルのやつね。なので驚くほど唐突に屋台を置いたりしてます。そして屋台を置くならピッツァオーブンも置かなきゃじゃん、ワッフルメーカーも置かないとってなってちぐはぐ感が増していきます。屋台開けるかな。子供が生まれたら忙しくなりそうですけど報酬ポイントのためにもできる限り願望は進めたいですよね。それからこれは温室ですね。ここまで作っておいて本当にお金大丈夫かなって心配になったので柱と屋根だけつけて壁なしスタイルってどうかしらという試みをしているところです。でもあんまり気に食わなかったのでやっぱり横側の短い辺だけ壁を立てることにしました。実にケチくさいですね。で天井は取り外して温室スタイルに変更しました。っていうかこの温室キットの壁ってこんなにスケスケだったっけと不思議に思いながらまじまじと見ているところですね。なんか骨組みだけ残ったビニールハウスみたいになってしまって非常にしょぼいんですけれどもここから床材を貼っていきますけれどもこのアドベンチャーワイツの石造りの床材がとっても気に入りました。この階段との親和性が高くていい感じじゃないと思ってたらなんとこの階段の段差部分と床材の石のカラーバリエーションが揃うんです。素晴らしいですね。そしてもう一種類の床材はデッキ用というかパネル板っぽかったんで室内には向かないけど温室にはぴったりでした。壁紙も石のデザインが揃います。ってことはこの暖炉の石も揃ってほしいよねっていう期待を裏切らない非常に気持ちがいい建築体験でした。こうなってくると柱と三角コマで区切りが必要よねってことでこれもアドベンチャーウェイツのやつですね。シンプルで使いやすいです。ただちょっとホースランチと似てる感じは否めないけどね。そんでこちらの壁紙も個人的には大好きでした。ちょうどいい派手さ、柄物が欲しいけどごちゃごちゃさせたくないっていういい塩梅のデザインで重宝しそうです。ということでだいぶ部屋の雰囲気が定まってきたので仮で置いた家具の色を揃えていきます。こっちもね同じ壁紙を使ってしまいました。でもこっちはちょっと明るめ、それに合わせて柱の色も明るくしましたが下から見ると三角コマの色がなんていうかちょっとシェードが合わないかなって感じだったんですけどこうやって引きで見ると大丈夫そうですね。ダイニングチェアはアドベンチャーウェイツのものを使うと思いきや以前のイベントでもらった手作り感のある椅子に変更しました。この質感がすごい好きなんですよね。バスルームはシンクの足の部分とお風呂の蛇口の部分の色合いを揃えたくてでもパックがバラバラなので苦戦しているところですね。通常通り細かいところにこだわりすぎててドン引きです。それから装飾ですね。アドベンチャーワイツのラグは2種類あっ
って結構独特なデザインだったんで汎用性は低いかもしれないですね。日本では今ね、クマを可愛いなんて言ったら批判されそうですが、こののんきにカヤックしているクマ柄のやつが部屋の雰囲気に合っていたのでこれを選びました。他にもいろんなシェルフ系アイテムが追加されてるんだなっていうのを確認したりしています。やっぱり全体的に木材の温かい色合いの家具が多かったですね。それからこの素敵なカゴのランプを見つけて使ったりしています。左側のフロアライトは柄の部分がオールになってて可愛いですよね。そんで植物はどんなよと思って見てみたら一つしか追加されてなくて、しかもめっちゃちっちゃくってちょっと残念でした。でもテーブルの上に置くにはちょうどいいくらいです。それから大切な写真を飾ったりして、この本棚と写真はアドベンチャーウェイツに関係ないです。これはアドベンチャーウェイツの装飾ですね。クラゲがアートとしていい味出してますね。これはさっきの小さい草、鉢の色はどれも可愛かったです。あとは珍しくキッチン用品入れみたいなのも追加されてて、なかなかありがたいなと感じました。あとは照明の設置ですね。ここにもクラゲのデザインがありました。こっちの照明も個人的にはかなり好きなデザインだったんですけど、系統的にやっぱりコテージリビングとかホースランチと似ているなっていう印象です。クラゲライトを使ってみようとしたけど諦めましたね。ちなみにアドベンチャーウェイツにはカーテンも追加されてたんですけど、今回は使いませんでした。ということでね、私としては全体的に好みのデザインではあったんですけど、そもそもコテージ、ログハウス系のデザインが好きじゃない方には刺さらないかなと。そしてさっきも言ったけど、他のパックで見たことあるアイテムに似てるなーみたいなのが多々あった印象ですね。ランドスケープはお向かいさん家を模倣するように整えて終わりです。今日はハウスツアーはしないでこのまま終わりにしようと思います。どちらにせよ今後のレガシーチャレンジのプレイ動画でご覧いただくことになるのでね。そういえばなんか今週からまたゲームにログインしてギフトがもらえるイベントが始まりましたね。ぜひ皆さんこの無料アイテムがもらえる期間にシムズ4をプレイして楽しんでください。私も忘れなかったらログインします。ということでご視聴いただきありがとうございました。次に動画を上げるのはクリスマス以降になると思いますので、お祝いする方は良いクリスマスをお過ごしください。そうでない方も良い一日をお過ごしください。またねー。